はい、皆さんこんにちは、りゅうまです。今回はキリパスツールスの紹介動画パート2になっております。前回の動画見てない方はね、もしよかったら前回の動画から見てもらえたら嬉しいなと思うんですけど、今回は2回目ということで、キリパスツールスには機能が3つついてるんですけど、今回2つ目のやつ、このカーブの測定からアニメ生成っていうやつですね。こちらの機能について紹介していこうかなと思います。で、いつもだったらアドオンの入れ方とか、このスクリプトを導入するにあたっての注意事項みたいなのを一番最初に話すんですけど、それに関しては前回の第1回の動画の方で話してるので、もしよかったらそちら見てください。はい、ということで今回の動画に関しては早速プログラムの使い方について説明していこうと思うんですけど、これそもそも何なのって話なんですけど、生成したカーブに沿ってアニメーションさせるっていうこれだけ聞くとなんて魅力のない機能なんだ。ちょっと口だけで説明するの難しいんで、実際に使ってみようと思います。実は前回紹介した一番最初のやつ、このアニメからカーブ生成ってやつは何気にこの2個目のやつと併用して使うことを結構前提にもともとは考えて作ってたやつで、前回のやつに関してはアニメーションが入ってるオブジェクトが1個あればカーブ作れたんですけど、今回のやつに関してはカーブとオブジェクトの2つないと使えません。なのでまずカーブを作らなきゃいけないんですけど、そのカーブを、せっかくだから前回使ったこいつに作ってもらいましょうか。適当に10とかにしてカーブ生成で、そうするとカーブできますよね。でこのカーブに対してじゃあこのカーブとこのカーブに追従させたいオブジェクト、今回この仮でこの四角いキューブ置いてますけど、この2つを選択した状態でこちら押してください。それとですね、こんな感じで追従するようになってくれます。でこっからがこのツールのミソになってくるんですけど、ですね、ここにこのボタンの下にカーブ設定、キロメートルっていうのと FPS っていうのと速度っていうのが出てきます。これ何かっていうと、このカーブの長さに合わせて時速何キロで動かすかっていうのをここで調整できるようにしてあります。っていうのも、これもともと何のために作ったかっていうと、その 3D 空間上を時速何キロで動かしたいみたいな時があったんですよ、その要望的に。ってなった時にこれブレンダーとか、ブレンダーじゃなくても 3DCG のソフト触ったことある人だったら分かると思うんですけど、例えば X 軸とか Y 軸とかまっすぐにしか動きませんよっていう状況であれば、時速何キロで動かすっていうのはそんなに難しくないと思うんですけど、例えばですけど今回のこれみたいにくねくねっとしたルートの中を時速何キロで動かしてくれって言われると、3DCG だとかなり難しいっていうのは、やったことある人だったら理解できると思うんですけど、それを実現するなんとか実現できないかなっていうので考えたのがこのツールになります。細かいところはちょっと説明一応しますか。理屈分かってなくても使えるんですけど、一応ね、このカーブのプロパティ、カスタムプロパティにこういう項目が自動的に挿入されるようにこのスクリプトではなってて、ここでね、このカーブの長さっていうのを、スクリプトで計算して、あとはこのスピードとその兼ね合いで、時速何キロで何秒で、要はこの今7メートル 7.644 メートルになってますけど、この 7.644 メートルを時速何キロで移動したら端まで行くかみたいのをスクリプトで計算させて、時速を割り出すみたいな、そういう処理をやっているって感じですね。で、具体的な使い方についてなんですけど、まず1個重要なポイントとしてこの FPS っていう項目があります。これも 3DCG 使ってる人だったらイメージできると思うんですけど、この3DCG の速度感ってこの1秒間に何フレーム使うかっていうところによって速度感変わるんですよ。相手私がここでいろいろ言わなくても、知っとるわっていう人もいるかもしれないですけど、なんでこのフレームレートっていうのがこの速度感っていうところにおいてかなり重要なところなんですね。なんでかといってこれ必ず
今 30fps にしてますけど、誰しもが必ず 30fps で使うとは限らないと思うんで、もしここをね、例えば24フレームとかで使いたいとか25フレームで使いたいっていう場合は、こう24とか25にした状態で使ってください。そうすれば正確に計算処理が走るようになってます。で、さらにこのカーブ設定のところに横にこれキロメートルって書いてあると思うんですけど、この速度のところに今1って入ってますよね。これ1って入ってる時は時速1キロで動きますよっていう設定になってます。なんで初期状態だとこれ1キロで動くようになってて、これ今1キロですね。ゆっくり動いてると思うんですけど、例えばこれを10キロにしたいってなったら、ここ10にすれば、10にした状態でこれアニメ生成をもう一回押すと時速10キロの速度になります。相変わらずニッチっすね。ニッチですけど、多分これ人によっては喉から手が欲しいんじゃないですか。結構限定される、ニッチですね。ニッチではあるんですけど、こういうなんかどうしてもこのルートを時速何キロで動かしたいみたいな時に、重宝する機能ですね。時速あんまり気にしないんだったら正直あんまいらないかもしれないですけどね、この機能、このツール自体。っていうのもなんていうの、このフォローパスを自動化できるっていう点においては、優秀ではあると思うんですけど、そうですね、そこぐらいしか魅力がないかもしれないです。カーブに沿って時速何キロで動かしたいみたいな要望がある人にとってはかなりいいツールじゃないかなと思います。ということで、このキリパスツール第2個目のツールについての紹介は以上となります。で、次回最後の機能について説明するので、もしよかったらそちらも見てもらえたら嬉しいです。ということで、ではでは。